久しぶりです。オフです。引っ越しなどがあり、久しぶりの投稿になってしまったのですが、北海道旅行に行ってきたので、そちらの様子をお送りします。3泊4日と少し長かったので、2本か3本に動画を分けて投稿する予定です。降り立ったのは新千歳空港で、近くの日産レンタカーでレンタカーをお借りして出発です。本当は台風予報だったのですが、いい感じにそれて1日2日目は晴れてました。お昼過ぎぐらいに北海道に到着したので、まずは腹ごしらえに麺屋菜味というところに来ました。カップラーメンもよく売ってるすみれで修行した店主さんが営むお店だそうで、お昼過ぎ2時前くらいに行ったと思うのですが、それでも結構行列ができていました。辛味噌ラーメンを一つ。はい、味噌辛味噌。はい。味噌ラーメンにチャーシュー。売り切れちゃいました。店内の動画撮影が禁止だったので、写真だけ撮らせていただいたのですが、1枚目が味噌ラーメンで、2枚目が辛味噌ラーメンです。麺は中太の縮れ麺で、私は麺は普通だったのですが、スープがすごいまろやかで美味しかったです。もう一杯もう一杯と飲みたくなるようなスープでした。お腹がいっぱいになった後は近くの丸山動物公園に来ました。平日だったのでほとんど人がおらず、ゆっくりと見ることができました。少しかなり癖のある気になるキャラクターがいました。丸山動物園の中にさらにある子ども動物園。大人も入ることができるのですが、動物が身近にいて触れ合うことができるスペースです。どの子のかわからないのですが、うんちトラップがたくさんあるので気をつけて歩いてください。伸びたー。開いた。かわいい。どこ行くの？どこ行くの？子ども動物園で一番のお気に入りゾーンです。この日のお宿はゆえん札幌というホテルに宿泊しました。私たちは高層階ダブルというお部屋に泊まって、ここもとっても素敵だったのですが、コーナーダブルという角部屋にしかないお部屋だと大きなガラス張りで景色がすごい良さそうだったので、これからお泊まりされる方はそこも素敵かなと思います。ありがとうございます。浴衣の着方、
温泉の入り方が書いてあるパンフレットも置いてあって、海外の方にも優しいサービスだなと思いました。私も復習になってとっても良かったです。私たちは素泊まりだったのですが、ここの会場で食べる朝食が豪華ですごく美味しいと書いてあったので、次回は食べてみたいと思います。ちょうど旅行に行ったタイミングで札幌オータムフェストがやっていました。夕飯一つに決められない、いろいろ食べたいって人はオータムフェスのタイミングを狙っていくのもいいんじゃないかなと思います。北海道は路面電車がたくさん走っていて、一つ一つデザインを見て歩くだけでもすごく楽しかったです。夕飯は夜空のジンギスカンというところでジンギスカンを食べました。この日は平日だったので、私たちは予約しなくてもどこかのお店なら入れるだろうと思っていたのですが、その考えはかなり甘く、もうどこのお店もパンパンで、ここに入るまでかなり5店舗ぐらい回ったかと思います。有名店だと予約ができないところも結構多くて、我々は歩き回った結果ジンギスカーンというところに行ってみたのですが、そこもやっぱり予約がパンパンで、ただ店員さんがものすごくいい方で、周辺のお店をいろいろ探してくれて、でその店員さんがここも美味しいですよと紹介してくれたのがこの夜空のジンギスカンというお店でした。薬味関係は無料でいただけるのですが、これは有料のネギ塩だれで、これをつけて食べるお肉がすごく美味しかったです。で、特に私はラムロースが一押しでした。そして締めにパフェを食べに来ました。イニシャルというお店で、結構お値段はするのですが、旅行だからということで奮発しました。これがバナナとチョコレートのパフェです。で、私はピスタチオのパフェにしました。季節によってメニューがその時々で変わるので、 SNS で食べたいものを決めていっても、もしかしたらそれがない可能性もあるので、そこだけ注意ですが、見た目も味もとっても満足して並んでよかったなと思いました。ちなみに9月末10月頭くらいの気温なんですけど、私はヒートテックに長袖を着て、夜は少し肌寒いなというくらいだったので、羽織れるものは1枚必ず持ってた方がいいかなと思いました。では北海道旅行札幌編、これで終わりです。最後まで見ていただきありがとうございました。